ようこそ対策ベースへ。はい。面白けしからんな対策です。もともと俺特撮の仕事がしたくてさ、ちょっと僕もね、独自路線で行きたいと思います。僕ね、ウルトラマンだけじゃなくて仮面ライダーも好きなんですよね。仮面ライダーに関してはね、平成の第2期シリーズが大好きなんですけれども、今、仮面ライダー Z やってますでしょ。で、変身ベルトあるじゃん。そのさ、変身ベルトのおもちゃ、デラックス Z ドライバーだっけ。あれをね、玩具レビュアーの皆さんがレビューをしてる動画を見てね。いやー、これ光り方すげえな、かっこいいな、こんな光るんだと思ってさ、しかも透明なベルトの部分まで光が届いてんじゃん。すげえなと思ってたの。で、ちょっと羨ましかったんだよね。で、俺はね、いわゆるボーイズトイは普段買わないようにしてるんです。なんでかって、ああいうの集め始めるとさ、ね、予算がかかるじゃん。仮面ライダーもウルトラマンも、ウルトラマンテオのテオクリスターも買ってないんですね。あれはね、ちょっと違ってて、あれ1個買えば買い切りで遊べるらしいですよね。そこもつぶらやプロ思い切ったなと思って、いいと思うんですよ、その戦略が。で、それとね、ほぼ同時期に発売されたこのね、デラックスウルトライズアイ。別にさ、そんなことを言わなくてもいいんだけど、俺ね、これさ、このデラックスウルトライズアイさ、これ、Z ドライバーよりスペック上じゃねっていうね。叩かれるかもわかんないけど、鳴る音声もさ、だってさ、わけわかんないぐらい入ってるらしいんだよね。詳細をブログに書いてる人がいて、記事を読むと、入ってる音の数が公式に発表があったわけじゃないんですよ。なったわけじゃないんだけど、詳しい方がブログに書いてたのが、怪獣とか成人の音声も入ってて、で、総数が500種類。俺計算間違ってるわ。だから500種類かける2の1000種類でしょ。で、それプラス、成人、怪獣の連続スキャンで鳴る特殊音声とかもさ、入ってるわけなのよ。これね。返信解けた。もうさ、俺もうこれ、レオンチャンネルさんの、レビュー動画を見てね。これは俺欲しいやつだと思っちゃったのね。これ光り方もさ、すごいわけよ。こっちからこう光ってた色がこう降りてきたりとか、こう上に移動したりとかさ、フラッシュみたいになったり、こう横に移動したりとかさ、すげえ光り方すんじゃん。しかもさ、全部パターン違うんだぜ、これ。すごくね。でね、そのこの話は何かというと、もうこれね、Z ドライバーよりさ、楽しいんだ、多分ね。いや、違う。そうじゃない。Z ドライバーは Z ドライバーの楽しみ方があるわけ、あれは。こう実際に胸につけてさ、カプセルもカチャってはめて、I'm on it って言うんだっけ。こうやってこう。あれこうやってこうだ。ね。もうそこは詳しいことは知らない。わかんないけど。あれもあれでかっこいいよね。で、多色発光の玩具の完成形だと思うの。で、開発してる人たちはどんだけ綺麗に光らせるかっていうところでね、勝負してたと思うんだけども、それのね、これ進化系だと思うんだよね。多色発光と音声、光る鳴る。メインの遊びはバンダイのおもちゃってそうなんだけど、光るのと鳴るのがね、特化してるわけ、これは。これ大事に持ってるんだけど、初代ゼロのね、ウルトラゼロアイだっけ。これはね、こう覗けるように穴があったんだけど、そこはオミットしてよかったと思う。覗けるのは覗けるので楽しいんだけども、それよりさ、こう、外してね、動画でやったみたいにこの状態で、こう眺めながら、やったらめちゃめちゃ綺麗なわけよ。そう。それがね、このデラックスウルトライズアイのね、すごいとこだと思うんだよね。だからもうその魅力には勝てなくて、しかもさ、言ったら大人が買うにしたら、ちょっと頑張れば買えるじゃん。値段もいいし、おもちゃとしてのコンセプトっていうかね、こういうものが形として作られてて、多色発光、膨大な音声が入ってる。それを一つのデバイスで
鑑賞できるっていうのはいい。これさ、俺知らなかったんだけど、ティザームービー見るとね、実際にさ、ゼロの背後に、このコスモレコードウォールがブワーって現れるわけよ。これが、そのまんま。だから、これ設定としても、これが実際に現れるから、余剰パーツにならないんだよね。これはこれで、設定通りなんだよ。そこも俺魅力的だと思う。よくね、バンダイさんね、このコスモレコードウォールをそのまんま、こう、わーって出してくれたのは、めちゃめちゃいいと思うんだよね。それの小型のやつを持ってるみたいなね。所有欲が満たせるっていうか。で、実際にゼロも劇中でこっから選んでんじゃん。で、メビウス召喚してたよね。で、だから、その辺がね、つぶらやさん、ちょっと戦略を変えたというか、俺は、これは売れると思ってます。で、面白いので、皆さんウルトラマンのファンの方ね、特にウルトラマンゼロのファンの方はもうこれ、必見のアイテムなので、ぜひご購入してね、遊んでみてはいかがでしょうか。今から遊ぶこのコスモレコードウォールだけでも60人のヒーローの音声が2種類ずつ収録されてる。で、それも光り方が違う。そこがね、魅力。でね、俺はさ、つぶらやプロに言いたいことがある。ね。建設的な意見です。はい。聞いてください。ウルトラマンに関しては、まだ昭和の方がわかる。平成3部作はまあ、わかる。あとは、平成セブンもちょっと見てたし、ウルトラマンコスモスとかね、見てて、大怪獣バトルね、俺好きで。俺はね、大怪獣バトルで、ゼロとベリアルを出す前に、スタートレック化して欲しかったんだよね。だから、ウルトラギャラクシーがブワー広がってて、そこに全星人、全怪獣が同一の世界に存在してるウルトラギャラクシーで、どこかに巨大なレイブラッド星人が横になって眠ってるっていうね。でさ、それでさ、スペースペンドラゴンの乗組員が各地に物資を届けたりとかっていうことをやってって人間ドラマにすればよかったのにね、あれ。だからさ、俺はさ、ゼロとベリアルを出す前にやることあったよねって言いたいわけ。一ファンとして俺ね、ウルトラファンとして。怪獣のバトルシーンは正直面白くない。もうはっきり言う、面白くない。俺だったらね、世界観で、等身大のレイとダイルいるじゃん。それと、他の星人もいろいろ出てくるじゃんか。で、等身大のキャラだけの人間ドラマにして、でね、ごくたまにスペシャルゲスト的なポジションでウルトラマンが怪獣と戦っているところに遭遇するっていうね。で、俺の考えてるその演出っていうのは、巨大感がもうめちゃめちゃでかい。ウルトラマンと怪獣の。もうそこはフィクションだから、デタラメでいいわけ。だから、ちょっと近寄ると危険なんだよね。で、ウルトラマンは別に味方でも敵でもなくて、ウルトラマンはウルトラマンの正義のために戦ってて、で、怪獣もいて、ごくたまにそういう状況に遭遇するっていうね。で、それで、スタートレックみたいなドラマにしたら、めちゃめちゃ面白かったと思うんだけどなーっていうね。ことを、思ってて。でさ、だからね、映画とかもね、一時期平成の時代は、大阪に住んでて映画館近かったから僕見に行ってたんだよね。だから、大怪獣バトルで、それでその世界が展開されて、めちゃめちゃスケールのでかいドラマじゃねえかっていうね、ことになった上で、そのゼロとベリアルが新しい戦いをどこかで繰り広げてて、たまにそこに遭遇するっていうね。だからさ、見せ方としてはもうめちゃめちゃ怪獣でかいから、ドーンって足がこうついたらもう大災害が起こるレベルの大きさ。っていうね、演出で。で、たまにセブンのアイスラッグが飛んできたりとか、うわ、危ねえ、ウルトラセブンだって言って、ペンドラゴンが、それかわすとかさ。でね、レイとダイルは常にいがみ合ってるんだけど、バディとして無理やりタッグを組まされて、例えばよ、ピット星人がどっかの惑星でエレキングを養殖してる、違法に養殖してるっていうね。エレキング工場に爆破装置が仕掛けられてるから、それを解除しろっていう指令が来て、ピット星人のエレキング養殖工場に潜入してね、その爆破装置を止めるっていうね、そういうさ、レイとダイルはいがみ合ってんだけど、絶対意見合わないのね。だけど結局、二人がやりたいことは同じことで、
毎回そのルールの縛りの脚本で、縛りを設けて、で、それでね、レイとダイルっていうね、レイ&ダイルっていうさ、タイトルにして、サブタイトルウルトラギャラクシーでいいじゃんか。で、それ見たかったんだよね。うん。そういうことよ、つぶらやさん。俺がやってほしいの。はい。ということで、ちょっと今ね、実は覚醒ハンターオメガホーンのさ、第3話見ちゃったのよ。むちゃくちゃ面白い。やばいね、あれ。これもう俺もうドハマりしちゃう。あれギャバンより面白いね、あれ。と思った、俺は。すごいと思った。早くさ、オメガホーンの主題歌が、ちゃんとしたね、フルサイズの主題歌がリリースされないかなと思って Apple Music 貼ってるんだけど、なかなか出てこないから、どうしたんだろうな、どうなってんだろうなと思ってんの。ってことでね、今日は、今ね、デラックスウルトライズアイのレビュー動画をね、ちゃんと真面目に作ってるんだけれども、ちょっと手こずってて、ちょっと待ってください。デラックスウルトライズアイで遊んでみて考えたことを、こちょこちょっと、話をしてみました。はい。ご視聴ありがとうございました。